スター、はい。先日のうんマスターがワイルドターキーを飲んでる動画を出したんですけど、やっぱね。あれはワイルドターキーの会社の人が見てくれて、すごいいい飲みっぷりだっていうことで、飲みっぷりが良かったって。飲みっぷりが良かったん本ですよ。当にいいね。分かってる。ワイルドだったのがね。で、ぜひこのウイスキー、ちょっと今度5000本限定で出る新しいウイスキーがあるらしいんですけど、それをちょっと飲んで、テイスティングをしてみてほしいみたいな話になって、一応手に入れてきたんで、ああ、本当。よかったらちょっと飲んで、もう正直な感想でいいですので、はい。おお。かっこいいね。マスターズキープワン。はい。マスターズキープってやつのワン。かっこいいね。このボトルも結構こだわってるね。かっこいいボトルだね。で、この腕にテイスティングしてっていうか、飲んでみてくれってことで手に入れてくれたんだ。はい。すごいね。また別でちょっと視聴者の方から少しいいウイスキーを買った時の回線の仕方だったり、飲み方だったり、保存の仕方だったり、そういうウイスキーを買った時のそういう一連の流れをマスターに教えてほしいっていう質問が本当にコメントだったりインスタグラムの方に来てたので、今日はそれも合わせて解説していただけますか。まあそんなに難しいことじゃないんだけどね。多分開け方なんていうのもこのフィルムのところピリピリって開ければいいだけみたいなとこだけど、まあちょっと失敗したら格好悪くなっちゃう場合もあるからさ、まあ俺だったら大体こうなんていうの、バーテンダーズフレンドみたいなね。はい。ソムリエの服。まあそういうのを使ってこうパリパリパリっとやったりさ、このちょうどこのキャップとボトルの口のくぼみをスーッとこう切ってやったり、例えばこれアルミのやつだったらさ、まあちょうどこういうほんと縁に入れてやって、こうやって取ったりもするんだけど、あとはまあこういうのだと大体こういうとこに開ける引っかかってるとこがあるからで、ちょっと点線があるじゃん。はい。こういうとこにで、そういうとこを要はここでこれ使ってみようか。こういうのでパチンと外してこうフィルムをこういう感じで、でもこれ最後まで全部取っちゃってもいいし、ここもただこんな感じで開ければいいんじゃないの。そんなに難しいことじゃないよね。コルク抜くときはさ、少しこう揺らしながら抜いてやるっていうか、思いっきりこうパーンな力やるとちょっといいウイスキーとかってもう古いやつだったりとかさ、そんなのちょっとコルクがちょっと劣化してる場合があるからさ、もう新しいやつないよこういうのは。ちょっと昔の年代物のやつとかさ、オールドボトルみたいな、そういうのはもうゆっくりこう優しくこう揺らしながらさ、こういうのはもうポンと取れちゃうけど、新しいやつだからね、こういうの。おお、いいね。でまずこう開けたらコルク嗅いでやって、古いボトルとかだったら特に、こういうのはまず問題はないのはもう 100% 分かってんだけど、コルクが臭かったらもうちょっとウイスキーもちょっとまずくなってる場合っていうか、やばくなってる場合ってあるからさ。そうなんですね。おお、綺麗な色だね。でもやっぱバーボンってさ、バーボン好きの人本当いるからさ、そういう人たちはたまんない一本だよこれ。限定で出てるなんてさ、でもいいじゃない、かっこいいじゃない、なんかワイルドターキー。本当に正直な飲んだ時の感想でいいそうなので、じゃあちょっと俺はこんな偉そうに感想言っちゃっていいの？ぜひ。じゃあちょっといただきます。ジュース。いいね。そこまでこう強さみたいな、やっぱ多分熟成感のあるものだから、そんなにアルコールのパチンとくる感じの香りはないけど、でもいいね、なんか香
カラメルみたいな香りっていうか熟成感を感じるっていうか。うまいね、いいね。最初すごい一口目優しいね。で途中ものすごいエレガントな仕上がり。上品さがある、どっか。で口の中にこうエレガントな空気がまとわりついてるみたいなさ。でもぐーっと飲むとやっぱアルコール50度あるからさ、15150.5 度。余韻も長いね。でもやっぱちゃんとあれだ、バーボンらしさがすごいよく出てる。で綺麗だね、味が。なんか樽の焦げた感じとかっていうのはそんなに感じないね。それが逆になんか滑らかになってる感じ。こだわってるなーって感じのバーボンだね。もっと優しいバーボンもたくさんあるけど、これやっぱどっかコシの強さがあるっていうか、なんかこう、なんか俺を飲んでるみたいだ。うまい。一応このウイスキーなんですけど、んディスティラー、ウイスキーを蒸留所ね、の一番マスターディスティラー、偉いディスティラーの親子、ジミー・ラッセルさんとエディ・ラッセルさん、親子のマスターディスティラーの人たちが2人でこう協力して作ったんだ。協力して作ったっていう。ジミーとエディ？はい。元気かな？会ったことあるんですか？会ったことあるよ。本当ですか？うちに来てくれたんだ昔。それは冗談じゃなくて本当に？本当に。ここのカウンターで酒飲んでってくれて、たまたま日本でセミナーがあるって言ってさ、で来てくれてさ、まあなんていうの、英語も喋れないから通訳の人もいてさ、いろいろ話したけど、でももう何話したか忘れちゃったね。忘れちゃったけど、でもなんかとっても喜んで帰ってくれたっていうのは覚えてるね。そうなんですか。なんで日本に来られたんですか？どう言ってるじゃん、セミナーでって。もうそのセミナーで来てて、それで空いた時間っていうかさ、夜はどっかいろいろ多分お寿司とかさ、天ぷらとか連れてってもらったんじゃん。食いそうだったらすげえ。あの二人多分飯食うだろうなみたいな感じの。でも最後にお父さんの方が最後に、もう最後来日最後みたいなさ、もう結構年配だったから、でも元気にまだ作ってるってすごいね。すごいですね。やっぱそういうなんだろう、職人たちの思いが詰まってる一杯一本なってんじゃないのこれ。別にほらなんかあえて褒めてるわけじゃないの、うまいからうまいって言ってるだけなんだけど、いやもうやっぱ開けたらずっとあれだよ、長い間横にするのだってダメっていうかさ、あんまりしない方がいいかな。立てて置いとくのがいいよ。であとさ、ちょっとまあ気持ち、ここなんかフィルム貼ってやったりとかさ、ラップくるんでやったりとかしてるけど、まあでもそんないつまでも取っとくもんじゃねえから、もう開けたらすぐ飲めって話。取って保存なんかし、でもただほらあんまりさ直射日光、でちょっとカラッカラの場所とか、なんかあんまりこうなんだろうな、よくね、ほんととにかく西日の当たる出窓みたいな、そんなとこに置いとくのが一番危険じゃねえか。だからちょっと、あんまりこう揺れない場所とかさ、まあそんなとこに置くことないけど、だからとにかくまああんまりこうジメジメしたとこでカラカラもうほんと空気の乾燥したとことか、あとほんとバンバン日が当たるとこ、そういうとこじゃない限り、普通になんか大事なものを置いてますみたいなところでさ、そこに置いとけば大丈夫じゃないかな。ちょうどいい感じの場所に、そうだな。それこそ、安いウイスキーとかだと冷凍庫に入れといたりとかすることが多いと思うんですけど、やっぱり高級なウイスキーとかになってくると、それは常温保存の方がおすすめなんですか？そうだな。こんなの冷蔵庫に入れてたら本当罰が当たるっていうかジミー怒るよ。多分激怒するよ、こんなのふざけんじゃないって。こんな人が一生懸命作ってんのに。エディも怒るね。
エディも親子で怒られちゃう、だからもう普通に、はい、だから安いウイスキーは冷たくして夏場なんかほらソーダ割りで使ったりとかさ、だから冷蔵庫でもいいし冷凍庫入れてもいいし、はい、ただこうやってほら香りを楽しめるようなこういう美味しい高級なウイスキー、はやっぱり普通に、だから一番バーなんかの保管方法は正しいし、そんなライト当てるわけでもないしさ、ちょうどいいんじゃないかな、そうやって普通に、こういうのは、コツ、コツってやっぱ一番グラスによるんじゃないかな、はい、あんまりこうなんか細いグラスとかで見ても全体も香りも広がらないしさ、だからこのくらいのグラス、要はこれに足がついててもいいしさ、はい、要はあとはスニフターってこうワイングラスのちっちゃいみたいなやつ、要は口がつぼまってて少しふわっと香りの出るような、俺今ちょっとバーボンだからこういうグラスで、ちょっと飲んでみたけどさ、だからまずこう本当まず見てさ、はい、ああ綺麗な色だなーでいいんじゃん、でちょっと飲んでみたくなるっていうかさ、はい、色見てさ、でもその前にちょっと一回香りを変えてさ、ああいい香りだ、悪い香りだってのはあんまないと思うんだけど、悪かったらもう絶対飲めないからさ、はい、とにかく香りチェック、なんかすぐ飲みそうじゃん、何もしないでまずかったらなんかあーみたいな感じになりそうじゃん、はい、だからちゃんと、でも食べ物とかあんま匂い嗅いだらまずいじゃん、下品だしさ、こういうのはでも本当一回香りを嗅いで口に含んで、でこう口の中にこうウイスキーを広げてあげてコクッと、そしたらスッとまた今度戻ってくるからさ、でそこで余韻を楽しむ、で例えばこんなウイスキー飲んだとかこんな味だったとか、でどこどこで飲んだのいくらだったかみたいなの書いてもちょっとそういうのも面白いかもしれないね。ウイスキーをこうテイスティングっていうのはそこまでが全てテイスティングでさ、あとは美味しかった美味しくないっていうのはもう個人の差があるから、あんまりそんな人に俺はこれ美味しいからおすすめするっていうのはバーだからさ、そういうのは仕方ないことなんだけど、あんまり個人的に、これ飲んだからいいでもこれはもう間違いないから、こういうのになっちゃうと絶対美味しくなっちゃうっていうかさ、これ美味しくないっていう酒飲みはいないんじゃないかな、俺もちょっとなんか自分のおじさんに、ちょっとプレゼントしたいで、バーボン飲んでる、多分若い頃絶対飲んでたからさ、ちょっと飲んでみてよとかさ、でも本当なんかやっぱこういうの飲むと思うけど、やっぱたまにこういう、本当に美味しいいいお酒っていうのを飲むの、とってもいいなと思うね。でやっぱりちょっとこういうの作ってる人たちももちろんそうなんだけど、これをターキーね、この間の動画で、見ててくれたっていう、やっぱりそうターキーの会社の方たち、あとは多分これ作ってる人たちもまた見てくれたら嬉しいね、アメリカの方でね。でも本当こういうのをちょっと少しバーボンを何かのきっかけで知ったりとか、あとこういうのにちょっと一回、触れてみるっていうのはまたちょっとお酒の世界が広がったりもするから、でも本当今日は、こういうお酒をすず、飲ませてくれてありがとう。おごりだろ、すず。はい、じゃあおごらせていただきます悪いね、こんないい酒を、で店に置かしてもらうよ。奥がどうぞどうぞ。そうだね。でもそれじゃ売れないからさ、買い取るよ。そうですか。ありがとう。負けといて。わかりました。安めにね、破格の値段で。わかりました。ワイルドな感じで。ワイルドな感じで。ワイルドに言ってくれよ。頼むよ。でも本当みんなこういうのたまにはね、ちょっと飲んで、鈴なんかの年の人たちもさ、ちょっと飲んだりとかするのもさ、記念になりそうですね。そうだな。そう、それで味の基準が分かったりするから。ね、だからちょっとこういう感じのバーボン、今日は本当に残ってるね。うまい。開いてきた香りが。でも今日は本当にこういう美味しいバーボンを作ってくれた人に感謝と、これを売ってる人に感謝と、あと今日は特別すずに感謝です。この3点の感謝を忘れずに、今日も皆さんご視聴ありがとうございました。またセイバーチャンネルをよろしくお願いします。よろしくお願いします。だからあとはもう本当みんなそんなに
ああしなきゃいけないこうしなきゃいけないってあんま考えずに、はい、もう普通に、ちゃんと蓋閉めて置いときゃいいよ。大丈夫それで、アルコールこんなの 50% も入ってるからそんなすぐ飛んだりしないからさ。今日いただいてた、どうやって飲んだらいいですかとか、どういうふうに保存したらいいですかっていう質問はもう本当に気楽にで大丈夫っていうことです。そうだろう、あんま、考えすぎないっていうか、そんな酒飲む時になんかいろいろ考えたら面白くねえから、どっか置いといて、ただ閉まった場所忘れないようにな、あそこがいいんじゃねえかなんですよ。それじゃまずいからさ。そんなハムスターみたいなことありますか？探しちゃまずいだろ。そういう保管方法がいいんじゃねえか。鍵閉めてさ、番号忘れちゃったみたいなさ、そういうのだけしなければいいんじゃないかなと思います。はい。美味しいですか？美味しい。ちょっと飲んでみる？あ、いいんですか？ちょっと飲んでみなよ。せっかくだから。いただきます。いただきます。ちょろっとさ、強いよ。強いよ。強いよ。すごい。でも美味しい。強いけど優しいのもすごいよくわかります。なあ。甘さもなんか。甘さこう本当乗ってるっていうか、要はうまみとかさ、うまみっていう言い方変だけど、とにかく飲まなきゃわかんねえから、こんなの言ったらあんまりこう味とかっていうのは人に伝えづらいしさ、主観的なもんだけど、でもこれは俺がうまいっていうのは間違いなくうまいと思うんだけど、そこまで俺そんな偉そうなこと言えないんだけど、ただたまたま美味しいなって言って、でもこれは素晴らしいね。でも飲んだ後の自分の呼吸の呼気がすごくこういい匂いが戻ってくる感じがめちゃくちゃあります。本当？そんな感じはしねえけど。そんな。全然飲んでないじゃん。本当飲んだね今。飲みましたよ。なんか怪しいな。めちゃくちゃ飲みましたけど。一滴とかじゃねえの、全然減ってないじゃん。なんか飲んだふりした？そんなことないです。適当なこと言ってない？大丈夫？言ってないですよ。ならいいけどさ。でも本当やっぱターキーだ。昔本当に初めて飲んだ時の衝撃を受けたワイルドターキーを彷彿とさせるような味だね。でも全然本当その当時よりはうちの方が全然熟成感もあるけどさ、いいね。